うわ、新しい。すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日ですね、私すするご覧の通り埼玉県上里サービスエリアに来ておりまして、上里サービスエリアといえばね、群馬県に行く途中に大体通るサービスエリアなんですが、これから久しぶりに群馬県向かって綺麗系の激うまラーメンを提供するというお店に行っちゃいましょう。ドン。車がないと行くのは難しいです。 JR 両毛線井野駅から車で10分くらいのところにあります中華そばなるかみ食堂さんにお邪魔してます。こちら中華そばなるかみ食堂さんは2020年オープンで、オープンしてからまだ2年足らずなんですが、群馬県内でね非常に話題になっておりまして、群馬県高崎市を代表するお店とも言われているラーメン店で、オープンしてからもね SNS でちょいちょいこのなるかみ食堂さんの画像を見てて、ずっと行きたいなと思ってたお店なんで、今回すすれるの非常に楽しみということで、早速向かっていきましょう。レッツゴー。さあ、というわけで群馬県入りまして、中華そばなるかみ食堂さん向かっております。めちゃくちゃ楽しみですね。今回なんか久しぶりですね、こういう綺麗系の醤油ラーメンすするの。実はこのなるかみ食堂さんなんですけども、東京でもね非常に有名なお店である柴崎亭っていうね、お店出身の店主さんらしくて、ラーメンのビジュアル見るとね、結構柴崎亭さんの DNA を非常に感じる、ビシッとね綺麗に揃った麺線が非常に印象的なラーメンなんですけど、実はねこのなるかみ食堂さん、マツコの知らない世界にも出演されていたらしくて、群馬ラーメンの世界っていうねめちゃくちゃニッチな企画をやっていたらしいんですけども、その群馬ラーメンの世界で取り上げられてたらしいですね。ほんとここ数年 SNS でめちゃくちゃ上がってきてたんで、地元の方からのね人気はもちろんのことなんですけど、北関東のねラーメンオタクの方々からもねすごく幅広い支持を得てまして、もう早く着かないかなっていう感じですね。前回最後に群馬行ったのは大蛇さんに行った時ですかね。あの時が最後かな多分。大蛇さんといえばトッピングでおなじみの超ガサ細麺のね一杯がいただけるお店で、今回のなるかみ食堂さんもね高崎市ですんで、これちょっと帰りに寄る可能性あるな、もしかして。ガサ細麺はもうほんとどこの店に行ってもねすすれない一品なんで、ちょっと気になるところではありますが。広っ、でかっ、店でかっ。というわけでなるかみ食堂到着しました。めちゃくちゃ楽しみです。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、中華そばなるかみ食堂さん注文せです。どれも魅力的で迷いますが、今回は中華そばとあえ玉から黒の濃厚かき醤油をお願いしました。丼物も気になるけどな。ちなみに限定メニューもあり、あえ玉は限定メニューの提供が終わってから提供開始するとのこと。だいたい13時以降の提供が多いとの情報もゲットして待ってるぞ。こちらが中華そばなるかみ食堂さんの中華そばです。ピキン。洗練された高級感のあるビジュアルで、綺麗に揃えられた麺線と丼の模様がナイスコーデ。表面に浮いた油も四角から色々とかき立ててくれるぞってことで、いただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。お、うめい。コクとキレのある醤油だれが舌の上でステップを踏み、後味には牡蠣の旨味のブラスバンドが一斉に演奏を始めます。これには思わずこの一言。うわ、新しい。だしは昆布などの魚介に加え、鶏の旨味もしっかり支えてくれていて、総合力が高く、そこに決して主張しすぎることのないナイスバランスな牡蠣の存在感。このままいくとタンコロリンになってしまいそうですよ。さあ、続いては麺をリフトアップして 1,2 のすする。ゴロン。全粒粉が練り込まれた平打ちの自家製中細麺は、すすってみるとツルツルっと非常にナイスな喉越しを繰り出し、風味も良くてうまい。自家製ということでスープとの相性もかなり良く、我ながらいい音出してどんどんすすっていける。ちなみになるかみ食堂さんの自家製麺は全て国産小麦を使用しているとのことで、やっぱりそれを知ってから味わうと美味しさがまたアップする気がしますよね。良き湯気も上げて存分に楽しんでいきましょう。さて今度は鴨チャーシューを食らってみましょう。実は鴨に苦手意識があるすするですが、鴨感をしっかりと感じられるギュッと旨味の詰まったこちらのチャーシューはめっちゃいける。これでもう怖いものは何もなく、九条ネギも絡めながら少し違ったアプローチで攻めていくのもまた一興。トッピング類にまで行き届いたこだわり、すすちゃんポイント差し上げます。さあ、チャーシューは2種類入っており、こちらの鶏チャーシューは柔らかくてしっとりした表面にスープをまとっていて、これまたうまい。
寄り道なんて言わないでと歌いつつ、時にはチャーシュー、時には麺と戯れて、時間が経つにつれて温度変化によってより強く出る魚介の旨味を楽しんでいきます。こうして麺も時間が経つにつれて残り少なくなってしまうのが自然の摂理というもので、青菜や穴の開いたレンコンさんで箸休めをしているとあえ玉が到着。こちらが黒の濃厚かき醤油あえ玉です。ラーメンよりも麺が細く全粒粉の量も多い気がする黒っぽい麺。ドロッと濃厚そうな牡蠣のタレもかかっています。それではまず全体をしっかりと混ぜてタレを行き渡らせましょう。そのまますすってもよし、スープにつけたりしてもよしなのがあえ玉の魅力なので、まずは準備ができたらそのまますすってみましょう。麺自体の風味が強く、麺そのものがうまいという高いフィジカルを持ち、そこに濃厚な牡蠣ソースが絡むとなれば確定うましの激アツモード。ラーメンと異なった麺を使ってくれるのもすする好みで、残った醤油スープにつけてすするのもこれまたいいね。こうなったら白の方も気になりますが、ブラックとホワイト両方揃うのはさすがに胸熱展開すぎて涙腺崩壊ものなので、今日はシャイニールミナスとして温かく見守ることにしましょう。ってな感じで最後は断然オールでスープに投入。細かいネギや刻まれたタケノコなど食感に変化をもたらすトッピングたちも面白く、これは別れが惜しいと最後までスープを飲んでいると完飲。本日も完食です。大変美味しくすすれました。磨き抜かれた総合力の高い一杯を全身で感じることができました。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで鳴上食堂さん行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。最初ね、スープ一口目飲んだ時はほんのりこう牡蠣の香りがふわっと漂ってくるような感じで、そこにね醤油のすごく上品でいい香りとベースのスープのねあっさりしつつもしっかり力強い美味しさがふわっとね体の中に入ってくる感じで、平打ちの麺もねすごく風味良くて、食感ももちっとして結構力強さはあるんですけど、喉越しよくすごくツルツルすすれるような感じで、麺とスープの絡みがねめちゃくちゃ良くて、もうズバズバねすすっていっちゃったんですけど、食べ終わりの後半になってくるともう牡蠣とかのこう魚介系がねなんか本気を出してくるような感じで、ググッとね 2,3 段階ぐらいこう旨味がパワーアップしてくるような感じで、しっかりこう一杯をね最初から最後まで食べ終えるところまで計算されてるめちゃくちゃ美味しいラーメンでした。鴨のチャーシューとかもねすごくクオリティ高くて、噛むとねもうギュッと鴨の旨味が溢れ出すような感じで、鴨のチャーシューもいけてましたね。そしてね麺を食べ終えたらあえ玉注文したんですが、僕が好きなポイントとしてラーメンの麺とあえ玉の麺が違うお店すごく好きで、鳴上食堂さんもねあえ玉の麺が違うタイプの細いタイプの麺で、また細いタイプの麺でさらにあえ玉となるとちょっとこうねザクッとした歯切れの良い食感ありつつ、やはり麺自体の風味がすごく良くて、麺がすごく美味しくてね、もうあっという間にあえ玉もすすっちゃいましたね。またあえ玉の麺をラーメンのね残ったスープにこうくぐらせてつけ麺風にしてすすると、後半になってよりパワーアップしたラーメンのスープとあえ玉の麺との相性もすごく良くて、なんていうのかな、こう部分的にねこうなんか点で美味しいって感じじゃなくて、もう麺でもう全体ですごく総合力が高い一杯だなと思いました。本当はネギトロ丼とかちょっと限定の丼もめちゃ気になったんですけど、今回はちょっと抑えちゃったので、また伺う機会があったらちょっと別のメニューもぜひぜひすすりたいなと強く思いましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、中華そば鳴上食堂さん、鳴り響く牡蠣の旨味や白のあえ玉も気になったし、もう丼物とかめっちゃ美味しそうでしたね。どうものびーです。本日は鳴上食堂さんということで、牡蠣醤油のラーメン美味しそうでしたね。あえ玉も一緒に行きたいです。ということで米編、皆様からのコメントに 3TV を編集するのびとチャルゾーが返信していくコーナーです。本日はのびーがやっていきます。ということで皆様いつもコメントありがとうございます。まずはこちら、信じられないはヒルマン監督です。ということで、こちらいろはにさんのね途中で出てたボケで信じられないで、バレンタイン監督って言ってたんかしらけど、その動画内ではね、こちらでねちょっとチャルゾーがねそのボケを考えました。チャルゾーがね全く野球を知らないので、すいませんね、そういうちょっと間違いやすいところではあるんですけどね、バレンタイン監督、ヒルマン監督ね、ブラウン監督だとねまたちょっとベース投げたりしてちょっと変わってくるんですけどもね、はい、すいません、ちょっときつく言っておきますんでよろしくお願いします。そして次はこちら、ファンで塗ってるってことでね、照明の加減とかでちょっとね顔がそう見える時もあるかもしれないですし、もしかしたら塗ってるかもしれないですけど、テレビ番組出演の後とかだともしかしたら塗ってる時もあるかもしれないですけども、基本的には塗ってないとは思いますけども、塗ってたっていいじゃない。もし塗ってたってね、塗ってこどんどんね。はい。
do